皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。私はですね、この PC デスクの上で使うスマホの充電器を探してましてですね、条件としては、ワイヤレス充電ですね。スマホを置くだけで充電できる充電器。やっぱりね、ケーブルがあると、そのケーブルを配線しないといけないとか、見た目の煩わしさとかあったりだとか、あとわざわざ充電するために挿さないといけないっていうのがあったりするんで、やっぱりここに座ったらすぐに携帯を充電するっていうので、置くだけ充電、ワイヤレス充電器が、条件の一つです。で、二つ目の条件としては、スマホスタンドになるものですね。やっぱりこう作業中スマホでなんかこう通知来たりとか、あとスマホの画面見ながら作業したいっていうのがあったりするので、そういう時にスマホスタンドの役割も担ってくれるワイヤレス充電器だと、スマホの画面を見ながら作業できますし、充電器とスマホスタンドっていう2つのアイテムを置いておかなくてもその1つのアイテムで完結できるので、見た目もいいしスペースも小さくて済むっていうので、この2つの条件で探していました。アンカーとかそういう充電器専門メーカーというか、そういうところからも発表されてるんですが、結構ねガジェット感が否めなかったりというような感じがあったりするんですけれども、IKEA に行った時にこのスマホスタンド兼ワイヤレス充電器を見つけてしまって、衝動買いしてきました。これはねデザインがすごくいいんですよね。やっぱり家具メーカーから出てるっていうことで、すごいガジェット感のないインテリアに馴染んでくれるデザインっていうことで、このデスク上に置いたりするのもいいんじゃないかということで、ちょっと買ってきてみました。とりあえず早速開封して設置してみようと思います。まずパッケージなんですけど、 IKEA のパッケージとしては珍しく、ここにカラーの、商品の写真が載ってます。なんか IKEA のパッケージのイラストといえば、色がなくて線だけで表現されたような商品のイラストが載ってることが多いんですが、珍しくカラーの写真が載っております。で、商品名相変わらず読めませんが、こんな感じで、これが内容物ですね。土台と充電器本体が入ってますよというような感じですね。側面にもカラーの写真が載ってます。なんか IKEA にしては珍しいパッケージかなと思いますね。はい、こんな感じですね。では早速開封していきます。いきなり出てきましたね。内容物は以上ですね、これで。はい。で、これが一体化してるのか。ケーブルはこの充電器本体と一体化してる感じですね。で、これが充電器を立てるスタンドですね。で、これが取扱説明書になっております。日本語はあるかな？ありました。26ページ、24ページか。日本語載ってました。はい。もう本当にね、内容物はこの2つだけですね。ケーブルは一体化されてるんで。で、まず本体の方からですが、こう角が取れた四角いような感じになっておりまして、で、ここの真ん中にはちょっとゴムっぽい素材で滑り止めも兼ねてこの十字マークが入っております。で、この表面はファブリックですね。ファブリックになっていて、めちゃくちゃ質感は良くて、こうあったかい感じの雰囲気がします。で、裏面はプラスチックでこんな感じですね。で、ここにもうケーブルが直接取り付けられてまして、このケーブルはIKEA で単体で売ってるケーブルと同じような感じの質感とかデザインですね。はい。本体と同じ色のファブリックが使われてまして、先っぽはタイプ A です。で、こちらがスタンドですね。さっきの本体を立てかけるスタンドです。素材はこれは竹ですね。ちゃんと竹が使われてます。印刷とかじゃなくて、ちゃんとした素材としてちゃんとしてる竹が使われてますね。で、ここに充電器を立てかけるところの溝とかケーブルを通す穴が開いてますね。で、これが滑り止め。スマホの、底面部分がここにちょうどくるんで、ここの滑り止めがついてますね。はい。本体と同じような色の滑り止め。下にもこの両端っこに滑り止めがついてます。で、これがケーブルを後ろに逃がす用の、
溝が入ってます。もうパッと見た感じ本当にね、想像通りガジェット感がなくていいですね。なんだろう、メカメカしい感じというか、明らかにうわガジェットがここにあるみたいな感じがなくて、こうインテリアに確かに馴染んでくれそうな、本当に布と竹っていう感じでめちゃくちゃいいですね。こういう系の充電器欲しいけどインテリアを害したくないっていう方にはこれはぴったりなんじゃないかなって思いますね。この相性も抜群ですね、竹とファブリックの。ではですね、早速組み立てていきますが、土台のここにですね穴が開いてるんですね。ここがちょうどこの USB Type-A のケーブルが通るようになってるんで、ここに差し込むと。でこのままズズズっとこうですね。でここにもこれ少し溝があって、ここにケーブルがはまるようにうまいこと本体をセットします。こんな感じですね。よいしょ。はい、ここにケーブルが隠れてます。裏から見るとこんな感じ。もう本当にこの本体の充電器はここにカポッとはめてあるだけですね、特に接着とかされてないんで、もう一回バラしたいっていう時もこれは簡単ですね。で裏側ここに、ケーブルをしまうことができます。この溝にちゃんとグッと奥までやると垂れてこないです。組み立て終わった感じの見た目はこんな感じですね。このね色合いというか質感のこのね組み合わせがいいですね。このファブリックと竹っていう組み合わせがなんかめちゃくちゃおしゃれです。ではちょっと電源を入れてみましょうか。ここが光りますね。ここちょっと映像だと照明消してみるか。ここがね今挿すとこんな感じで光りますね。ファブリックの裏から。特になんか説明書にもこのLED の光り方とかは書いてないですね。ではですね、スマートフォンを置いてみたいと思います。よいしょ。すぐに充電開始されましたね。このね、よくワイヤレス充電器とかで当たり判定がすごく悪いのとか、めちゃくちゃこの位置がシビアで少しでもずれると充電しにくくなっちゃうっていうものがあって、めちゃくちゃこう置くとき気使わないといけないっていうのがあるんですが、これはどうかな。気持ちちょっとなんか今ちょっとこの土台とスマホの下側見てもらうと分かると思いますけど、若干左寄りとかに乗せたんですけど反応してくれますね。どこまでいけるんだ。これでもいけたわ。結構今これずれてますけど、これでもいけた。さすがにここら辺まで来ると無理ですけど、いけた。少し右寄りにしましたけど、これでも充電できてます。だからもう別に何も気使わずにこう適当にポコッと置けばもう完全に充電は開始されます。こう位置を探る必要はないですね。ポッと置けば。左右のズレも結構ずらさないと充電できなくはならないので、もう本当にここに置くってだけ意識すればもう充電開始されるんで、これはかなりいいですね。ちなみにこれは iPhone XR で、ディスプレイが 6.1 インチのモデルだから、今の現行の機種だと14 Pro とかと一緒のサイズです。裏側とかこんな感じですね。この本体の横幅はこの 10R よりは少し、狭いみたいな感じですね。でも最近のこの iPhone6.1 インチのモデルでもベゼルがこう細くなったり、12からこの、脇のエッジのところが四角くなってるんで、若干サイズ小さくなってるんで、今の現行の 6.1 インチのモデルよりは iPhone XR でかいですが、位置はこんな感じですね。で、上は少し出っ張るみたいな感じです。じゃあもう少し小さいスマートフォンでも動作するか。これは iPhone8 ですね。5.8 インチだったかなのやつですね。これはこれもいけますね。だから当たり判定的には結構ね、そこまでシビアじゃないのでいいですね。多分充電してる時に先ほどお見せしたこの本体の上側についてる LED が光るんですけど、でもこれ充電してたら見えませんよねでここにグリップというか滑り止めがついてるんで、こうスマホがですね前に
上から力かけても滑り落ちていくことがないですね。こうずるってなんないですね。ここでちゃんとグリップしてくれるんで大丈夫です。で、下にもこれ滑り止めがついてるんで、これ今ちょっとねマウスパッドの上ですけど、滑らないですね。だからこんな感じでスマホガサッと置いても後ろに滑っていくこととか、スマホが前に、滑ってきてしまうことがないと。めっちゃいいですね。普段意識することはもう本当にここに置くだけっていう。これはねめちゃくちゃいいと思います。はい、ということで実際にデスクの上に設置してみました。ちょっとね USB Type-A のポートが確保できなかったんで今実際に電源にはつないでないんですが、設置してみた感じのイメージこんな感じですね。こんな感じで運用していきます。モニターの脇ですねに置いてみました。ここにですねデスク椅子に座ってこのデスクで作業するってなったらとりあえず携帯をここに置くと、はい、こんな感じですね。角度とかもちょうどいいですね。たまにこういう角度調節できない系のやつって角度がねちょっとねいまいちだったりするんですけれども、これに関しては調節はできないんですけど、個人的にこの角度はいいなと思いますね。このテーブルの上に置いて椅子に座ってみる分には角度的にはちょうどいいんじゃないかなって思います。いいですね。ではこのデスクの上で作業するときに携帯の置き場って結構困ってて、ここら辺に置いたりとかポケットに入れておいたりとかで、場合によってはどこに置いたか分かんなくなっちゃうっていうのがあったりするんで、デスクの上での携帯の定位置を作っておきたかったっていう意味合いもあるんですよね。なのでもう本当にここに座ったら携帯ここに置くっていう習慣をつけるとなくすこともないし、スマホの充電がここのデスクにいる間は常に充電されてるっていうことなので、作業が終わって休憩しようってなった時には携帯の充電がしっかりある状態で使えるっていうことで、もうねメリットばかりなんじゃないかなって思います。色合いもかなりいいですね。全然インテリアにも邪魔してない感じで干渉もなくていいんじゃないかなって思います。で、配線に関してもしっかりね後ろ側に逃がしてくれる構造になってるんで、この脇には一切配線は出てないので、配線が気になるっていう方も全然いいんじゃないかなと思います。このデスクの場合は結構デスクの後ろまで距離があるんで配線が見えちゃってますが、デスクのキワキワのところに置けばすぐに配線を下に下ろしてっていう感じで、デスクの上から一切配線が見えないという状態を作り出すことができるんで、配線もね綺麗に見えるのでいいんじゃないかなって思います。はい、ということで今回はこの IKEA の、スマホスタンド兼ワイヤレス充電器を紹介しました。もう本当に自分の探してた充電器の条件にもあって、ガジェット感が少なくてすごいデザインがいいのでインテリアにも干渉しなかったりとか、あと作業中のスマホの定位置ができるというのでめちゃくちゃいいです。結構ねこのデスクに座って作業してる間スマホを充電する場所がなくてですね、スマホの充電が結構減っちゃってることがあったっていうことで、このデスクでもしっかり充電する環境を作れたということで、そういうことが減るんじゃないかな。常にスマホの充電がいっぱいある状態で運用できるんじゃないかなと思います。このチャンネルではチャンネル名の通りいろいろな商品を開封レビューしているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと各種 SNS の方もやっていますので概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひチェックしていただいてフォローよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。